究極の演奏性というか本物のような演奏ができるオルガンというのを目指して作ったような気がしています。弾いている状態によって細かなノイズ成分まですごくリアルに表現できている。何せご存知のように元の機械っていうのは100何キロみたいなとんでもないでかいもので、運ぶだけでもローディーが3人ぐらいはないととてもいかなかったのが、今じゃ今回の機種なんか、頑張れば背中に背負って自転車走らせられますから、それによるメリットって計り知れないなとやっぱり思いますね。実は開発を作り始める前からプレイヤーさんにインタビューを始めて、オルガンってどう感じますかって、オルガンって様々世の中にはあるわけですけど、あなたにとってのいいオルガンって何ですかみたいなところから、実際に演奏をいろいろ聴かせていただきながらやっていくというところがあったので、前半は結構オルガンに気づく期間みたいなのが研究としては非常に長かったかなと思います。特に慣れてらっしゃる方は自分のものとしてかなり手に馴染んだ演奏性とかを持っているんですけれども、俺のオルガンはその人ごとにあるというのが実際の実情なんです。我々その中でいいオルガンってなんだろうっていうのを考えながらやっていくっていう意味で言うと、アーティストさんの自分の覚えてる音こうなんだよねっていうコメントというのは結構印象的なところだったなというふうに思いますね。オルガンのいい楽器を弾いたという体験は結構プレイヤーさん皆さん共通してらっしゃって、やっぱ音が心に響くとかそういうところがあるので、そういった演奏性の良さをどうヤマハ楽器として作るので、そこはトータルでやっていけたところかなというふうに思います。最初にモデリングを色濃くやったのはバーチャルアコースティックシンセサイザーっていう楽器だったんですけれども、VL1 とかですね70とか出しましたけれども、あそこでそのビヘイビアをいかに波形ではなくてね、挙動として DSP 技術を使って入れ込むというところを注力をしてで商品出してっていうプロセスが一回あったんですが、その手法っていうのは他にもいろいろ使えるなっていうのは当時から分かっていて、それを今回も地道にやり遂げたというそんな感じでおります。オルガンも黙ってるとポーって音が鳴ってるように聞こえますが、揺らぎみたいなものが随分あるということと、それからパーツがもう全てモデリングじゃないとどうにもならないような挙動をします。その回路とかそのデバイスの持ってる不安定さとかっていうのが色濃く出ていて、そういったものは、写真で撮るようにサンプリングするだけじゃ再生が難しい要素がたくさんありました。典型的なのはやっぱり歪み成分ですよね。エクスプレッションペダルがぐーっと踏み込んだ時にガーッとなんとも歪みがえも言われないノイズになって聞こえますけど、ああいうものっていうのはモデリング技術じゃないととても再現して、スピーカー自体がこういう左右に入れたり回転したりしますけど、ああいったものもモデリング技術じゃないともう全然どうにもならないんですよね。ということでオルガンの場合もやっぱりモデリング技術が肝になるよねっていう議論を経て、そこからゼロから今回従来のヤマハの機種にはないようなモデリングを入れ込んでいったっていう開発の過程をたどりました。オルガンのノイズ成分みたいなのは本当にトータルでロータリースピーカーと組み合わせて鳴らした時にすごく効果があって、あれのあるなしでは全くやっぱり音の表現力が変わってくるんだ、独特の自然な弾き心地と生々しさのようなものが感じられる。今までだとどちらかというと音源は音源部分で AWM 音源で、あとはエフェクトはそれぞれ DSP でエフェクトを作って結構独立した作り方をしていたんですけど、今回の VCM オルガンっていうのはその音源部分とエフェクト部分っていうのを完全に融合させて作った、本当に今までのヤマハの電子楽器の枠を超えたようなそういった作りになってます。やっぱり今までうまく再現できなかったところを DSP で融合することですごくリアルな再現ができて、こういった部分は今まであまり感じてこれなかったなと思いましたね。
私自身このプロジェクトの前は、実はギターアンプのモデリングの仕事をしていて、ギターアンプがこう盛り上がってきた時代とオルガンって非常に近いところがあって、中にはこう真空管って非常に重要な部品が使われていて、かなりこう作りとしては非常に似たところがあって、あとはなのでかなり技術的にはそのベーシックなギターアンプでこだわってきた歪みの部分とか、そういうところが応用されて、和四六時出来上がっているということです。VCM というのはバーチャルサーキットリーモデリングなので、回路をモデル化する手法なんですけれども、このロータリースピーカーっていうこの回転したスピーカーがどういう特性を持つのかというのは、音響であったり反射の物理特性というふうになるので、こう物理モデリングという要素も入れながらやっていったっていうところは、これまでのVCM を少し超えたアプローチでより回転感を出すということができたかなというふうに思います。そのピッチ波形を集めてきて足して1+1 が2にならないようなところを入れ込みつつ、それから波形と波形が位相干渉を起こすんですけれども、それがこうなんとなく揺らいでいて、しかも、全音程間で強調していながらバラバラに動くという微妙な動きをするんです。その強調させながらバラバラに混じっていく感じを、その技術的にもやっぱり入れ込まないと和音感とかこう響きが出ないんですよ。実は上の世代から受け取ったものがベースにがっちりありました。ヤマハってDay1っていうオルガンを出してっていうね、その歴史がやっぱりすごく強くて、でその時に調整とかこう絡み合いとかそういうのをもう僕らのさらに大先輩の方々がやられてるんですね。その文化的な薫陶を僕の世代なんかだと受けてるので、それでなんとかやり遂げたっていう感じでもあって、例えばオルガンっていう個体を一生懸命 VCM としてはこう究極に追い詰めて調査をしていく、解析をしていくということがあるんですけど、当時のその個体というのは、部屋の温度が変わると音も変わります。なので購入してよし測るぞって思った時期から、開発が進んできた頃にはもうこの音変わってるんですね。それでもずっといい音は奏で続けるので、そこをこうモデリングとしてどう取り入れていくのかっていうのはものすごくこういつも神経を払うところで、やりがいもあるんですけど難しいところかなというふうに思います。どんな考え方を持ってシミュレートをしていくべきか。大事なのはやっぱり両方の視点を合わせ持って、本物のオルガンの動きだけを何の理論もなしに再現しようとすると、それはそれでやっぱり違和感が生まれちゃうんですね。ちゃんと電気回路の資料を見ながら本物のオルガンを測定して、でその本物のオルガンの音で起きているのがなぜこういった現象が起きているのかっていうのをちゃんと考えながらシミュレートすることで、どんな弾き方をしても違和感のない自然な弾き心地になるようにっていうのを意識しながら作っていきました。リファレンスについては、まんべんなく気をつけるようにはしていたんですけど、個人的にはオルガンというとどうしてもブリティッシュなものがやっぱりこう記憶に残っていて、プログレロックとかですね、随分やっぱり当時70年代とか使われてたもんですから、そこら辺の音はやっぱり気をつけて、どういうところがそのモデリング上ポイントになって音が出て、その音楽性ですね、よく言うそれが出てるのかっていうところを気をつけて入れ込むようにはいたしました。面白かったのは最初こう弾いてくださいって言って弾いてもらい始めたんですよ。5分ぐらいずっとひたすら弾いてもらって、何が返ってくるんだろうと思ったらすごくいいみたいなコメントをいただけて、とてもなんか嬉しかったですね。評価の過程で本物をずっと触ってられる方にもかなり多く海外含めて評価したんですけど、全く遜色なく演奏していただいていたので、そういう方にも問題ないと言われるものを作ってきたというつもりです。やっぱり作ったものを弾いていただくタイミングというのが一番緊張感高まる最高のピークなんですけど、そこで演奏していただいていい音が出てきたっていうのを自分で感じた時っていうのがやっぱり一番達成感があって、それはいい音だねって口で言われるよりもはるかに楽しくずっとアーティストの人とかが30分ずっと弾いてて、ああよかったって言って帰っていくぐらいの時っていうのは非常に自分としてもやりがいを感じるところなので、そういうところっていうのは非常に面白いいいポイントなのかなと思います。まずは何もせずにいきなり弾いた音が
響くかどうかというのが一番大事だと思うので、まずはこう素直にこう説明も聞かずに触っていただいて、そこのこうフィーリングがちゃんといけるかどうか、あとは説明なく直感的に触っていただきながらこういいとこが引き出していけるかっていうところがうまく伝わるといいなって思っているところなんですけど、欲を言うならば、オルガンのタイプであるとか歪みのところとかは、それこそギター仕込みの何かみたいなもので入り込んでいるので、ぜひその最初のフィーリングで気に入っていただけると、よりいろいろいじってあ、こんなとこもあるねっていろいろ個性を探っていただけると、こう奥行きの面白さがある楽器かなというふうに思ってます。オルガンに馴染みがなかった世代の方とかにも触っていただいて、これをもっていい楽器演奏の体験、オルガンの音色って面白いねって思っていただけるといいかなと思うので、そういった方にどんどん触っていただけると、新しいこう音色というか楽器を作った甲斐があるかなというふうには思います。会社入って、ASI って当時呼ばれていた小さなチップの中にいろんな信号処理を入れ込んで、音源とかフィルターとかそういったものを作る技術ですけれども、それをやった2つ目の仕事がオルガンだったんです。始めてみると電子オルガンとこれ電気のオルガンで、違うところもあって、それを今回もう一回昔の引き出しから引っ張り出してきて磨き直したみたいなところもあって、個人的には集大成ですかね。当時のオルガンサウンドって独特の石爆感があったんですよね。なんか物悲しいような響きが、そういったものが最終的に出るように、音源の原理から気をつけてやってましたんで、結果としての、YC601 の仕上がり、音楽ですね、奏でられる音楽に、耳を傾けていただけるのが一番僕としては嬉しいです。